はい、戻ってきました。そうですね、前回が6月末だったので、今日はね、8月の8日ですから、ほぼほぼですね、40日ですかね、経過してます。はい、で、こちらがですね、田んぼなんですけど、どうですかね、もうあれですね、稲の穂が出てますね。はい。で、順調に生育しているかなっていう感じがしますが、奥の方を見るとね、わかると思うんですけど、なんか生えてますね、雑草が。やっぱり1ヶ月経つとね、こんな感じなんですかね。1ヶ月前はね、苗も全然ね、長さも20センチか30センチかしかなかったし、雑草ほとんど生えてなかったんですけど、すごいですね。たったね、40日ぐらいでこうなるっていうのは。はい、また助走をね、したいと思います。はい、で、その前にね、この田んぼの周りもすごい草ですね。こちらもちょっと作業の邪魔になるんでね、あとホースもちょっと見えなくなっちゃってるので、あとちょっと周り全部ね、草刈りしようと思います。はい。で、こちらの田んぼはね、いいんですよね。いいんですけど、もう一つね、帰る直前に、東京戻る直前に、余った苗をね、どんどん植えたところがあると思うんですが、こちらはですね、生育悪いですね。かなりちっちゃいですね。はい。枯れてはいないんですけどね。はい。これなんでかなっていうのがあるんですけど、一つ考えられるのは、一段低くなってるんでね。で、もっとのね、畝間に植えてるんですけど、そこのね、畝間っていうのが良くないのか、っていうのがまず一つですね。それからあと、畝の方にね、見ての通りね、雑草がバンバン生えてますね。これで太陽光がね、遮られて、稲まで届きにくいっていうのがね、あるのかもしれません。あと雑草が生えてる分、栄養ですね。栄養も、肥料分もね、雑草に取られてるんじゃないかっていう感じしますね。ちょっと今水がかかってるんで、後で水入れてきます。はい。車田の方は1本内でやってますんでね、どうなのかなと思いますけど、全然大丈夫ですね、1本内でもね。畝間に植えた方がですね、こっちはもうね、余った苗を全部植えるために、もう適当っていうかね、4本とか5本とか、もっとね、多かったかもしれませんね。10本近く植えたと思うんですよね。一株っていうかね、そこに。それもちょっとまずかったのかもしれないですね。ということで、まずは周りを草刈って、それから今度は田んぼの中の草取りですかね。そんな感じの手順にできます。簡単にですけど、草刈りしました。田んぼの周りとね、田んぼの周りにですね、一応、通れるぐらいのね、草刈りしました。こっちのね、車田はいいんですけどね、こっちですね。はい。こっち見てもらうとわかるんですけど、草刈る前のね、状態見るとね、よくわかんなかったですね。周りに草が生えてて、草に埋もれちゃってですね、全然よくわからなかったんですけど、はい、これ見てね、見てもらうとわかると思うんですけど、ちっちゃいですよね。はい。ちっちゃくて、ちょっとこちらはですね、車段と比べると、3週間ぐらいだったんですかね、植えたのが。なので、成長が遅いのはね、わかるんですけどね。それにしてもちょっとね、ちっちゃいんじゃないかなと思います。はい。で、これちっちゃい理由がね、何なのかって話なんですね。で、こちらに来た時に思ったのは、やっぱりこの草にも埋もれちゃってたので、まず太陽が当たってないんじゃないかなとね、
光合成量が少ないんじゃないかなとね、ふうに思いました。それじゃなくてもね、畝とね、畝の間ですね、こっちの畝と、こっちの畝ですね。で、畝輪を田んぼとして利用したので、一段低くなってますからね。まあ、太陽がちょっと当たりにくいっていうのもあります。はい。で、それにさらにその両脇からね、ちょっと高いとこからこの草が生えてきて、まあ日光を遮るってことで、まあそれがあってね、まあ育ちが悪かったのかなと。まあ、あともう一個考えるのは、まあ特段ここ肥料をね、どうこうやってるわけじゃないんですけどね。まあ、去年のニンニク畑のね、まあ肥料をまいたのかどうか知りませんけどね。まあ、そういったニンニクとかは全部この畝の方にありますから、畝間っていうのはあんまり肥料がね、ないのかなっていうふうにね、まあ、考えられるわけですけども、まあその辺もあるのかもしれないです。はい。ちょっとその辺はね、いろいろと考えられる要因があるので、ちょっとわからないですね。はい。あともう一個、まあ水がね、ちょっとやっぱり、特化で作ったんでね、水はけがちょっとね、水はけっていうか水が溜まりが悪いんですよね、やっぱりね。まあそういったのもあるかもしれません。ほとんど今ちょっと水がないですけどね。まあ水入れてますけども。まあ、まあ乾いてるわけじゃないんですけどね。まあ陸糖みたいな感じになっちゃってるということですよね。はい、こちらはね、もう見ての通り、もう綺麗に周り買って、で、中もね、一応草取ってます。はい。だいぶ綺麗になってますよね。はい。前はね、本当に草ぼうぼうで、どこに稲があるのかよくわかんなかった感じだったんですけど、はい。これでね、だいぶ、本来の姿にね、なってます。まあちょっとまだね、残ってるところあるんですけど、まあ、そこまで神経質に取ることはないかなとね、思いますけども。そうですね。まあ、草を買っていて思ったのはね、まずね、車田の方と比べると、もう色が全然違いますね。車田の方はすごく濃い緑色をしてるんですけど、こちらの方はね、すごくまだね、全然、淡いっていうかね、薄い緑になってます。はい。で、やっぱりね、ちっちゃいですよね。かなりちっちゃいですね。2分の1ぐらいですかね、大きさすると。はい。で、車田の方はもうだいぶ、穂も出てるんですけど、まあ、こちらもね、まあ出てるのもありますけどね。はい。まあ、こういうとこ出てますけどね。ちょっとちっちゃいです、まだね。はい。まあ、これはね、車田のね、植えた時よりも、こちらの方が3週間ぐらい遅いので、まあ、それはしょうがないかなという気もね、します。はい。なので、大きさももしするとね、これから大きくなるのかもしれませんけどね。まあ、ちょっとこれは見守っていきたいと思います。はい。ということで、こちらはね、まあ、とりあえずこのままちょっとしばらく放置ですね。草が生えてきたら、まあ、草刈るという感じですかね。草取りするという感じでやっていきたいと思います。ちょっと見た感じね、ちょっと、生育が早くなってきたんじゃないかなっていうね、気もしなくもないですね。はい。ちょっとこれまだ取り残しなのでちょっと切っておきます。はい。これ草取りをしたのが、2日ぐらい前からね、やってたんですけど、ここはね、これね、周りをバーッと買ったのが、1週間ぐらい前なんですよね。で、その後ちょっとね、しばらくできなかったです。というのも、ニュースでやってましたけどね、九州山口は、線状降水帯がね、ずっとね、発生してまして、まあ、その間すごい豪雨で、とてもじゃないけどね、作業できるような状況ではなかったんでね。で、2日ぐらい前に、ようやく、まあ、天気になってね、で、まあ、少し、まあ、ぬかみもね、なくなったんで、
この中ですね。あともう一回ね、外をもう一回買って、中を草取りしたっていうのがね、まあ2日ぐらい前ですね。2日前と昨日ぐらいですかね。はい、ぐらいでやってました。はい。で、この周りの草買った時にね、その時から比べると、ちょっと生育がかなり良くなったような気もしなくもないですね。はい。なのでね、もしするとこっから、こっから急速に、大きくなるという可能性もまあなきにしもあらずかなと。まあ、ちょっと気になるのは、ね、水がやっぱりこの、溜めてもね、すぐなくなっちゃうんですよね。はい、これがまあね、このね、本当はこっちのね、水入れてるとこから出ないようにちょっとしなきゃいけないんですけど、そんな全然やってないですし、この辺なんかね、ちょっと一段高くなってますからね、ちょっと水がいくら溜めようが水に浸からないという感じです。ただ水に浸からなくてもね、あんまり関係ない感じもしますね。水があろうとなかろうと、大きさはまあ変わんないかなと。はい。まあまあ水はね、どっちかというと、雑草対策ですからね。はい。まあちゃんと雑草対取れば、まああんまり違いはないのかもしれません。はい。ということで、こちらはまあね、こんな感じです。はい。で、あとはこっちですね。車田。はい。車田はですね、もうかなりね、もうね、ほぼ出てます。はい。うん。大丈夫ですね。はい。かなり出てますね。1週間前だとね、全然穂が出てないやつもあったんですけども、だいぶほとんど出てますか？うん。はい。で、こちらの特徴はですね、こうですね、水面に水草が入ってますね。はい。木草が入ってますね。まあこれ、まあでも今更ね、もうまあ雑草対策がどうこういうようなもんでもないんですけど、もうここまで大きくなっちゃうとね、まあ関係ないです。はい。で、ただね、中の方を見ると、雑草が入ってますよね。あの辺はちょっと取っといた方がいいですね。はい、あの辺、なんか、多分水深が下がったのかどうかわかりませんけど、あの辺が入ってますね。はい。なのでちょっとこれはね、これからちょっとこの中に入っていって、草をね、取ろうと思います。はい。ただまあ、ここまで大きくなったらもう大丈夫かなっていう感じもね、まあしなくもないですかね。はい。なので、そんなにね、ちょこちょこ、雑草を取らなくてもね、最初の頃にちゃんとやってれば、それほど、大変っていうこともね、ないのかなと。まあもちろんね、面積が広ければ大変なんでしょうけども、まあ、そんな除草剤をバンバン撒いて、ね、やるようなこともないのかなという感じもね、します。まあちょっとこの辺は今後ね、またいろいろ実験してみたいと思いますけども、まあ除草剤なくてこんな感じなんでね、まあやり方次第なのかなという感じがします。はい。ということでね、これから中の方ですね。はい。草をね、取っていきたいと思います。はい。車の中も、予想しました。前ね、除草前はですね、その辺にね、いっぱい草入ってたんですよね。バーっとね、イニアル高いとこに、草のね、葉っぱが出てました。この辺と、向こうあたりですかね、出てましたけども、それ全部取りました。はい。とは言ってもね、中の、下の方にね、生えてる低いやつはね、取ってないです。まあ邪魔にもならないかなと思ってね。だから水草みたいなのが多いので、そうではなくて、長くてね、稲の根っこのあたりにね、もうなんか、食い込んじゃってるようなのがね、いっぱいあるんですよね。これなんですけどね。これが取ったやつです。はい。これぐらい結構長い、ね、すごい長いですよね。はい。で、これはね、その辺に入ったやつだけなんですけど、他にもね、取りましたんで、もっとあるんですけど、はい。まあ、とりあえず目立つやつはね、もうなくなったと思います。はい。で、取っててね、思ったんですけど、やっぱりね、草が生えてるところの稲は、
出来がやっぱ悪いですね。あの辺がそうですね。ちょっと一段低くなってますよね。高さがね。ちょっと背が低くて、なんか穂の方もね、ちょっとね、貧弱な感じです。はい。やっぱり雑草がね、稲の根っこのあたりに本当に一生入ってるような感じでね、もう食い込んじゃってるので、まあ多分ね、成長が阻害されるんじゃないかと思いますね。まあ、雑草をね、放置するとこういうことになるんだなっていうのがね、まあわかるかなと思います。はい。で、まあそれ以外のところはね、あんまりね、草生えてなかったんで、全然大丈夫ですね。はい。もうね、見ての通りですね、かなりもうできてますね。もう、そろそろ、収穫、まあ収穫まではまだいかないですけどね。もう完全に穂が垂れ下がりつつあるって感じですかね。はい。なのでそろそろね、収穫の準備をしなきゃいけないですね。はい。とは言ってもね、稲刈り機ないですから、まあどうしましょうって感じなんですけど、まあ一応考えてるおしがあるんでね、そちらは、またね、ちょっとね、試作品を作ってみたいとは思います。はい。で、もう一つね、まあ懸念しているところが、まあ、奥の方ですよね。車田はいいんですけども、こっちですよね。はい。こちらもですね、草がった時はですね、まだ全然穂なんか出てなかったんですけど、今見るとですね、穂はね、出てますね。はい。もうだいぶ出てます。やっぱりまあ3週間ぐらい遅れてたので、田植えですね、遅れてましたんで、まあそれのことを考えると、まあちょうどいいのかなという感じもしなくもないです。ただやっぱりちっちゃいことはちっちゃいですね。まあだいぶ伸びてきたような気がしますけども、それでもやっぱりちっちゃいかなと。あと色もやっぱり、あれですよね。緑がちょっとね、薄い感じがします。はい。まあこの辺はちょっと草に埋もれてたんでね、まあしょうがないってしょうがないですよね。まあこれでどれぐらいね、取れるのかってことだと思います。はい。まあ穂もちょっとね、ちっちゃいかもしれないんでね。まあなかなか難しいかなと思いますけども。はい。ということでね、ちょっとね、この中をね、草を取ってからまたね、ちょっとしばらく経ってるんですよね。4日ぐらい経ってるんですけど、なんで経ってるかっていうと、ちょっと私がですね、新型コロナにかかってしまいまして、ちょっとダウンしてたので、その辺がね、ちょっとできなかったんですけどね。はい。ということで、まあいろんなトラブルが起きて、なかなかね、進まないんですけども、はい。まあでも一応草買ったので、草を取ったんでね。はい。あとはもう本当に、ね、台風とかなんとか来ない限りは、あとね、病気になるとかね、そんなことがなければ、はい。このままあとはね、収穫まで、まあ、放っておけばいいかなという感じです。はい、ちょっとね、また九州の方で台風がね、できたっていうのを聞いたのでね、ちょっとそれがどうなるかですね。はい。あとはですね、そうですね、そう。除草のね、関係で一つやっておきたいことがちょっとね、あります。はい。そちらはまたね、別動画にしますけどね。その除草と、あとはですね、一つやっておきたいのが、ここの水ですね。水の成分をね、ちょっとね、分析しておきたいなと。はい。できれば土壌もですね、土壌もどういった土壌なのかっていうのを分析したいなと思ってます。はい。それはまたね、別動画で上げていきます。